はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はいということで、1月一発目のポッドキャストです。はい、皆さん明けおめ2024年になりました。今日はね、新年一発目のエピソードですけど、ちょっとビデオなしですいません。はい。声だけです。はい。まあ、2024年になりました。はい。まあ私はね、年末年始30日からお休みして2日までの4日間のね、お休みなのかな、お休みしてたんですけど、しっかり年末と年始をね、楽しく過ごせてよかったなと思ってます。はい。もうちょっと休めばよかったって思ってるんだけど、いっか。はい。どんな感じだったかというとですね、年末はね、何したんだろうね。何したかな年末大晦日はね、なんか友達の家に行って、あの、まあ、ご飯、なんかパーティーではない、なんかホームパーティーだけど、別になんか、イエーイみたいな感じではなくて、ご飯食べてお話しして、みんなで明けましておめでとうした感じ。楽しかったですね。で、お正月は両親の家に行って、ちょっとお話しして、なんと、もう私30歳になるんですけれども、お年玉をね、もらいまして、両親から。やったー。ね、別にいっぱいもらったわけじゃないですけど、毎年ね、くれるんですよ。はい。お年玉っていうのはね、大体、親戚とか、家族が子供に、あの、お金をあげることなんですけど、新年にね。それがお年玉って言うんですけど、大体大学生ぐらいまでなんですけどね。はい。親戚からはもちろんもらえません。もう私は30歳のいい大人なんで。はい。もう結構ないい大人なんですよ。でもね、私の両親にとっては多分いつまでも子供ということで、私のお父さんが多分ね、あげたいんだと思うんだよね。そう。で、くれました。もちろん私の、兄ももらってると思います。嬉しいです。イエーイみたいな。私は大体ね、12月とかになるとみんなボーナスとかもらうじゃん、会社でね。でも私ボーナスとかないからさ。だから、お父さんからボーナスもらったって感じの気持ち。イエーイ。何に使おうかな。ね、貯金だな、でもね。はい、そんな感じです。はい。で、2日はね、自分でお雑煮を作ってみて、はい。お雑煮っていうのは、餅のスープなんですけど、お正月の伝統料理なんですけど、結構場所によって味が全然違うんですよね。はい。なんか甘い味のところもあれば、なんか味噌味もあるし、東京は醤油かな多分。家族によってね、味が違うこともあるので、うちの家族は、昆布だしの醤油ベースの豚肉入りのお餅、スープ。はい。で、他にもお野菜とか入れて。めちゃくちゃ簡単です。すぐできる。すぐできる。そう。私のお母さんが、確か私のお父さんのお母さん、私のおばあちゃんだね。からそのレシピをもらって、お母さんがそれを作ってて、私もその同じレシピを作ってるっていう。ちょっと家族のね、なんか伝統な感じですけれども。はい。普通のお雑煮ですけどね。食べました。で、3日はね、初詣行った。初詣っていうのはね、今年初めて神社に行ってお参りすることですね。そう。神社に行って、結構人がいっぱいでね、屋台とか出てて、出店か。出店。なんか、お好み焼きのお店とか、なんか、たこ焼きのお店とか、そういうやつが出てて、私はね、甘酒を飲みました。甘酒はね、なんだろうね。酒なんだけど、名前は酒って書いてあるんだけど、アルコールは入ってないと思う。子供を飲める甘酒。甘い酒って書いて甘酒。
お米のあったかい飲み物かな。うん。お米のあったかい飲み物です。はい。まあ普段、結構体にいいんだけど、普段あんまり飲まない。結構ね、強い味っていうか、結構独特な味してるから、まあ嫌いな人もいると思うし、まあそんな別に飲みたい飲み物ではないんだけど、やっぱ新年になると飲みたくなるというか、うん。で、甘酒を飲むとね、体が結構温かくなるので、はい、私は結構好きですね。はい。で、おみくじを引いて、なんと、大吉でした。イエーイ。やったー。大吉は一番いい結果です。はい。ビッグラックな感じですね。はい。よかった。よかった、よかった。はい。皆さんおみくじ引いた人いるかな。まあ日本にいる方はね、初詣行ってもおみくじ引いた人いると思うんですけど、まあ結果どうでしたでしょうか。ね。まあね、毎年私おみくじ引くんだけど、初詣行ったら。大体去年の結果とか覚えてないんだよね。今年は大吉だったってことも多分来年はもう忘れてると思う。去年なんだったか全く覚えてないんだよね。うーん、意味ない。まあでも、まあいいのよ。大吉っていうこと今大吉っていうことを知れてよかったです。はい。はい。今ちょっとモーナがね、泣いてますけど、聞こえたかな。まあでもね、私のお正月は楽しかったんですけど、まあ日本のお正月は全然良くなかったですね。まあ地震が、1月1日に地震が起きて、その石川県、富山県の日本海の方とかでね、地震が起きてしまって、津波も起こって、まあ大きい津波じゃなかったですけど、まあ被害が出てしまって、たくさんの人がね、まだ家に帰れてない状況だし、たくさんの家とか、道路とかが壊れたり、新幹線が止まったりして、まあ大変なね、お正月になってしまったんですけど、まあ皆さん被害に遭われた方いますか？石川県にいた人、富山県とか新潟とか、そのエリアに、福井とかね、にいた方いますかね？もうお正月からこんな怖い思いをしなきゃいけないのは本当にね、苦しいことですけど、はい。なんでこんな1月1日にって思ったね。めっちゃびっくりした。私は1月1日に本当は初詣行こうと思ってたんだけど、やっぱなんか地震が起きてね、津波が来るかもしれないっていうのをずっと、テレビで見てたら、もうちょっとあんまり初詣に行く気持ちにならなくてね。うん。まあ、結果的に3日に行ったんだけど、そう。うん。ねえ。まあ災害だからね、なんか何とも言えないよね。しょうがないよね。突然来るから。うん。はい。まあしかもあと2日ね。2日は、今度は事故だね。事故だよね。そう。羽田空港で飛行機の衝突事故が起きて、その JAL だよね。JAL の飛行機、札幌から東京の便が衝突しちゃって、でも奇跡的にね、乗客は全員逃げ出して無事だったんだよね。いや、これ本当私すごいと思うね。いや、わかんないけど、飛行機事故ってめったに起こんないけど、私のイメージって、なんか、飛行機事故が起きたらもう、助からないイメージがあるんだけど、乗客全員無事っていうのは、すごいね。多分、みんな協力して逃げ出して、JAL の人とかがしっかりサポートして逃げ出すことができたからだと思うんだよね。まあでも、その JAL の飛行機とぶつかった、その海上保安庁の、飛行機なのかなちょっとわかんないけど、海上保安庁のその飛行機に乗っていた方は5人亡くなってしまったっていうね。うーん。まあね、原因まだ今追求中っていう感じで、なんかはっきりとした原因はまだ不明なんですけど、なんか、ヒューマンエラーなのか何なのかわかんないけど、なんか一人の人が責任を負うみたいな形になるとなんか結構、なんかちょっと辛いよね。わかんないけど、その人のすごい悪いことしたらそれは悪いことなんだけどね。なんか、まあおそらくでもヒューマンエラーなんじゃないかなと思うんだけど、まあわかりませんけどね。はい。まあ暗い話になっちゃって、まあ亡くなった人がいたっていうのはかなり、悲しかったですね。
なので1月1日、1月2日で日本で大きな、災害と事故が起きてしまってね、多分世界中でもね、ニュースになってたと思うんですけれども。大丈夫か、2024年。ここからね、日本は楽しいニュースがきっと続くと思うので、明るく過ごせたらいいなと思います。そんな感じで皆さんのね、年末年始、どのように過ごしたか、ぜひコメントで教えてください。そんな感じで、今日は私の年末年始についてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして、友達クラブの、ミートアップですね。日本語を勉強している方が集まってみんなで日本語を話して、友達になったり、いろんなゲームをしたりする会なんですけれども、1月13日に、東京の田町で、夜18時スタートですね。行いますので、ぜひ興味ある方お越しください。詳しくは私のウェブサイトに書いてありますので、チェックしてみてくださいね。1月からね、皆さんに会えることを楽しみにしています。たくさんね、日本語をお話しして、ね、新しい出会いがあればいいなと思っております。あと、Patreon こちらのメンバーも募集しております。Patreon では私のブログが読めたり、あと、おやすみポッドキャストというまた別のね、私のちょっとだいぶカジュアルだね。ポッドキャストがあるんですけど、それがフルで聞けたりとか、このポッドキャストのエピソードに出てきた、新しい言葉を、の意味を知れたりとか、言葉の勉強ができたりしますので、ぜひ、参加お待ちしております。そして、会話レッスンとシャドーイングコースの新しい生徒も募集しておりますので、会話練習したい方、あと発音のね、練習したい方とか、なんか日本人っぽい話し方になりたいみたいな思ってる方いたら、ぜひ、参加してみてください。すべては私のウェブサイトにいろいろ情報が載ってるので、チェックしてみてください。ということで、1月はなんかあるかな。特に何もないか。友達とね、会ったりするかな。やっぱ新年なんでね。あと皆さんまだまだ風邪とかコロナとか流行ってるので、お気をつけてください。今年の風邪は結構やばいってみんな言う。私も風邪ひいた時、結構重くて長くて結構大変だった。他の人もね、同じようなこと言ってる人が多いので、皆さん風邪気をつけてくださいね。ということで、また次回。さようなら。